こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、今回はなんかね、開封動画みたいな感じになっていますが、何やらグローブをはめております。ちょっといつもの開封動画と違う雰囲気になっておりますが、はい、出てきたのは古いウォーターポンプとサーモスタット、そしてそのウォーターポンプにつながるリターンホースですね。この短いホース、この3つが出てきました。実はこれしばらく前にウォーターポンプを交換したその時に取り出したもともとついていたパーツたちです。今度ウォーターポンプのプーリーのボルトの修理をしようと思います。そんなに難しい修理ではなく、ただボルトを変えるだけなんですけども、その修理に際してこの昔のパーツまだ処分していないことに気づきまして、ちょっと見てみようかなと、思い今回取り出してみました。何かね、面白いことあればいいんですが、ただ眺めて終わるかもしれませんが、最後までお付き合いいただければと思います。こんな感じでサーモスタットとウォーターポンプがつながります。こちらは BMW X5 の E70 という2008年式の SUV ですね。その車についていたものです。ウォーターポンプは、そもそも多くの方ご存知だと思いますが、エンジンのね、熱をこのウォーターポンプとその中を循環している冷却水、それを使って冷やそうと、そういう仕組みの、ものです。そしてその先っぽについていましたサーモスタット、そちらはその温度によってその水の冷却水の流れる方向を変えてくれるという便利なパーツです。さて今プーリーがついていたあたりこう回しています。これがエンジンベルトによってね回ることによってこの中のポンプが回るわけなんですけども、はい、こんな感じで結構ガタつきだったり音がねカラカラ鳴っています。僕もこれを交換しなければいけないなと思ったのはこの音を聞いてからでした。ちなみにこのポンプのねプロペラというんでしょうか、この部分に製造の月がそして年が書いて2007年の6月とかそんな感じで彫ってありました。なのでこちら2008年式なのでもう本当に新車当時からついていたものと思われます。そして今オーリングを外しておりますが、でもこのパーツよく持ちましたよね。10年以上。もしかしたら新しくこれを全くその昔に製造したものを取り替えただけかもしれませんが、でも途中で交換するとしたらね、もうちょっと新しい最近作られた対応品もあるでしょうし、やっぱり元からついていたんでしょうか。ちょっとコーヒーで一休み。ちょっとね今ライターが映っていましたが、このサーモスタットをね炙ってこの動きをお見せしようとしたんですが危ないのでやめましたはい。で磁石でつくかどうか、どこが金属のパーツか、基本的に全部金属のパーツなんですがつくところとつかないところ、ありました。そしてこのウォーターポンプそしてサーモスタットなんですが、 YouTube で結構分解している動画とかありますよね。あれ僕も見るの好きなので僕もやってやろうと思ったんですが結局このオーリングを外すだけで挫折しました。もう思いっきり中の奥の方で金属同士をかしめてあると言いますか、このボルトで取れるような回して取れるような構造ではなく、おそらく万力とかね、もうだいぶ強めの工具を使わないと外せないことが分かりましたので、今回はこの水の流れをちょっとね軽く説明させていただこうと思います。今このマグネットツール、それで方向を示していましたが、基本的にはこのプロペラの黒い部分からこっち方向
今ね指している方向、こっちにエンジン本体があるんですが、そちらにこの冷たい冷却水を送り込んで、エンジンを通って温まった冷却水が上のこの穴のところに戻ってきます。そしてまたそれが送られて戻ってきてという感じですね。で、こちら小さい方はヒーターとかそっちから戻ってきた冷却水もここに、返ってきます。こちらは以前紹介した LED ライトですが、ちょっとね見えにくいかもしれませんが、この戻ってきた方、ここから先どうなるのかと言いますと、基本的にはラジエーターの方に向かって、で空気でね、大気で冷やされて戻ってくるということになるんですが、こちら側、左側ですね、そしてこの下側、両方分かれ道になって両方に流れることになっているようです。で、この上側、左側ですね、今ぐるっと反転させましたが、この上の方から出ているホースの先にはラジエーターと、あとリザーバータンクとかそういうものがつながっております。なのでこっちから通ってきたものは冷やされ、そして戻ってまたウォーターポンプに戻ってくると。そしてこのエクスパンションタンク、リザーバータンクの方に行った冷却水は、この小さいホース、今示しますね、こう出てったものがこう出ていって、それがまた帰ってくるホースもあるわけでして、そしてこちらの細いところから戻ってまたエンジンの中に送り込まれていきます。そしてこの分かれ道としてリザーバータンクではなくラジエーターの方に行った冷却水は冷やされて、そしてこの下の小さい穴から戻ってくるようです。もしねこれ間違ってたらコメント欄で教えてください。はい。で、エンジンをかけた直後は冷却水が冷たいので、なるべく早く温めたいんですね。なので実はこの下の方に大きな口が、サーモスタットがくっついているところが見えると思います。そこは一旦閉じられている状態になっています。それがサーモスタットの役目なんですが、エンジン始動直後はここの手前の大きな口の方はもう塞がっている状態で、そのままこれよく見ますと、このポンプの方左側に穴が開いています。今マグネット2をね入れたところなんですが、ちょっとね奥の方なので見えにくいですが、このまま空洞になってポンプのところに送り込まれていきます。この大きく開いた口の先には実はこちらもラジエーターにつながっていて、冷却をされて戻ってくるという感じなんですが、エンジン始動時はここはもう蓋がされているような状態、そしてここには水が侵入できず、そのままウォーターポンプに戻ってまたエンジンに送り込まれるので、早く冷却水がエンジンで温められるということになります。そしてこのサーモスタットの上の部分、これももう一つの線になっていまして、このリターンパイプ、このエンジンの方から戻ってくる冷却水の流れですね、ここの部分を線をしているのように、見えますが、実は少し隙間が空いております。なのでエンジン始動時の冷却水が冷たい状態ですね、その時は少しだけその冷却水の流れの一部がこの隙間を通って、そのままウォーターポンプに送り返されて、なるべく早くエンジンの熱で冷却水を温めるような、そんなルートを通っていっております。そして今度冷却水が十分にエンジンルームで温められた後、この空洞内に温かい冷却水で満たされてきます。そうしますと、このサーモスタットのバネの部分の中心に茶色い銅色のものがありますよね。あれが温められますと、こういう風に上の線がこう下にへこんで、そして今触っている他よりも少しだけ明るい銀色をしたこの部分がね、今押そうと頑張ってるんですが、自分の力ではちょっとできませんでした。これがぐぐっと戻ってきまして、そして先ほど上の方のパイプからラジエーターに向かう水路がありましたが、こ
こちらのラジエーターに向かうもう一つの水路も開通しまして、早くそして効率的に冷却水を冷やす、そういったシステムが完成します。うまくできていますよね。僕が昔勉強したその記憶が確かであれば、このサーモスタットは別に電気式で動いているわけではなくて、機械式といいますか、このバネのその銅色の中にワックスとか液体、温かくなると液体になって膨張するようなものが封入されていまして、でそれがこの冷却水の温度の上昇とともに膨れ上がって、それがサーモスタットの線を動かす動力になっております。ちなみに今指していました黒いサーモスタットのプラグの部分、そしてこの上についている穴の開いている部分、両方ともセンサーが、おそらく温度センサーですね、それが刺さるような感じになっております。そのセンサーで検知して温度が高くなれば、ラジエーターの前にあるクーリングファンですね、それを回す信号、きっかけになる信号を送ると、そういう仕組みになっております。ちなみにこちらのサーモスタット、ブランド名が刻印されていました。なのでちょっと写しておきます。なんて読むでしょうね。ワフラーとかでしょうか。これ eBay とかでブランド名見たことがあるので、割とポピュラーなブランドなのかなと。そしてこのプラグの下あたりにも2007年と製造年月日が書いてありました。そして以前ウォーターポンプを交換した時、このプロペラの元のベアリングがおそらく悪くなっているっていうのはよくあることなんですが、今指していましたこの部分ですね、ヒーターから戻ってくるこのラインの隙間から冷却水の漏れが僕の場合ありまして、このオーリングがちょっと痩せすぎているのかと思って、新品に変えたんですが、それでも止まらなくて、でシャワーの配管をこの止めるテフロンテープっていうんでしょうかね、あれを何重かに巻いて、力技で止めてなんとか直したような状態になっております。ということで、今回はウォーターポンプとサーモスタットの古いパーツをね使って少々遊んでみました。今回はね分解とまではいきませんでしたが、こういった動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。